コードレビューでマウント取る先輩の実力がバレた結果、お前のコードは遅いんだよ。60倍高速化できました。俺は中堅ウェブ系 IT 企業でバックエンドエンジニアとして働いている26歳の男。入社3年目で主にラストや Node.js を使った開発を担当している。最新の技術を学ぶのが好きで、常にベストプラクティスを意識してコードを書いている。でも俺には大きな悩みがあった。それは10年先輩の35歳エンジニアの存在だ。俺が社内で一番技術力があるからな。この先輩、とにかく毎日のように俺のコードにダメ出しをしてくる。そしてマウントを取ってくるんだ。俺は今回の機能実装に自信があった。クリーンコードの原則に従い、可読性も保守性も考慮している。テストも十分に書いた。先輩、今回の機能の実装が完了したのでコードレビューお願いします。どれどれ。はあ、このコードなんだこれ。何か問題ありますか？このコード冗長すぎるだろ。お前はいつも無駄に複雑に書く。もっとシンプルに書けよ。お前は基礎がなってないんだよ。すみません。この先輩マジでうざい。何様だよ。一致の方が正しそう。実は俺のコード、クリーンコードの原則に沿って書いていたんだが、先輩には理解してもらえなかった。これはひどい。古い知識で偉そうにするやつ最悪。お前の書いたこの API の処理遅すぎるだろ。でも非同期処理を使って最適化しているんですが。非同期、そんなの使う必要ないだろ。非同期処理なんて使いこなせないだろ。素直に同期処理で書け。その方がバグも少ないし分かりやすい。でもそれだと処理が遅くなりますよ。遅くなる。お前の書き方が下手なだけだろ。俺の言う通りに書き直せ。わかりました。俺は仕方なく先輩の指示に従った。でも内心では、これは本当に正しいのかという疑問が消えなかった。非同期処理否定とかありえない。完全に時代遅れじゃ。お前のデータベースアクセス全然最適化できてないな。どの部分でしょうか？このジョインの使い方だよ。こんなの使わずにフォーループで1件ずつ取得すればいいだろ。それ N+1 問題が発生しませんか？ N+1、そんなの気にする必要ない。お前はデータベースの基礎も分かってないのか。ジョインは読みにくいんだよ。ジョインなんて複雑なことしないでシンプルに書け。はい。N+1 問題を気にするなとか、完全にアンチパターンじゃないか。でも先輩には逆らえない。 N+1 問題を気にするなとか正気か。これパフォーマンス最悪になるやつ。こうして俺は毎日のように先輩からマウントを取られ続けた。毎回のコードレビューが憂鬱で仕方なかった。でも先輩は年功序列で評価されている。誰も先輩の技術力を疑っていなかった。俺だけが先輩の指摘がおかしいと感じていた。でも証拠がない限り俺の意見は通らない。正直もう限界だと思っていた。でも転機は突然やってきた。そんなある日、会社に大きな案件が舞い込んできた。みんな集まってくれ。重大な発表がある。年間売上の 30% を占める大口クライアントから大型リニューアル案件を受注した。予算は3000万円。期間は6ヶ月だ。社員たちがざわつく。そして今回のリードエンジニアは入社10年目のベテラン。先輩に任せる。任せてください。俺の実力を見せてやるよ。開発メンバーはイッチ君と新人2名だ。了解しました。正直あの先輩とチームを組むのは不安だった。でも大型案件だ。俺も全力でサポートしよう。あの先輩がリードとか大丈夫？嫌な予感しかしない。いいか、お前らは俺の指示通りに作れ。余計なことは考えるな。了解です。俺は新人2人に指示を出しながら自分の担当箇所を開発していた。新人たちからはイッチさんの説明わかりやすいですと評価されていた。でも先輩のコードレビューでは毎回ダメ出しを食らう。この矛盾が俺の中でどんどん大きくなっていった。開発が進む中、俺は先輩が書いたコアシステムのコードを確認する機会があった。コードを詳しく読み進めると想像を絶するひどさだった。そして見た瞬間に愕然とした。これはひどすぎる。
俺が勉強してきた現代の開発手法とは真逆だった。10年前のアンチパターンが満載だった。データベースアクセスは N+1 問題だらけ。一つのユーザー情報を取得するのにデータベースに50回もアクセスしている。非同期処理を使わず全て同期処理で書かれている。メモリリークの原因になりそうなコードもあった。これは指摘しないとまずい。先輩、このコードなんですが、なんだ。少し気になる点があるんですが、このデータベースアクセスの部分 N+1 問題が発生していて、パフォーマンスが悪くなる可能性があります。いは？お前は俺のコードにケチつけるのか。え、ただ心配で。お前は黙ってろ。俺は10年このやり方でやってきたんだ。俺のやり方が正しいんだ。お前みたいな3年目のペーペーに何がわかる。すみません。結局先輩の一括で何も言えなくなった。これは完全にアウトじゃん。絶対トラブルになる。先輩の方が無能なのに。開発は順調に進んでいるように見えた。でも俺の不安は日に日に大きくなっていった。先輩のコードは相変わらずひどい。でも誰も指摘できない。そして俺の不安は現実のものとなった。そして運命のリリース当日午前10時、システムを本番環境に公開した。リリースから30分後、俺のスマホが鳴り響いた。イッチ君、大変だ。クライアントからシステムが激エだってクレームが来てる。本当ですか？すぐに会社に来てくれ。部長、先輩、クライアントの担当者が集まっていた。どういうことだ。通常 0.5 秒で表示されるべきページが30秒以上もかかる。こんな状態では業務にならない。契約解除も検討させてもらう。契約解除となれば年間売上3億円が飛ぶ。申し訳ございません。すぐに原因を調査します。24時間以内に改善しなければ旧システムに戻す。それができなければ契約解除だ。クライアントが帰った後、緊急会議が開かれた。先輩、どうなってるんだ。それはサーバーのスペック不足ですね。予算をケチったのが原因です。サーバーのスペックは十分なはずだ。でもこれは明らかにハードウェアの問題です。先輩は責任を完全にサーバーに転嫁しようとしている。俺は我慢できなかった。部長、パフォーマンスの分析をさせてください。イッチ君が。はい、プロファイラーを使って徹底的に調査します。お前にできるわけないだろ。やらせてください。このままでは会社が大変なことになります。わかった。やってくれ。24時間以内に原因を突き止めてほしい。了解しました。イッチ頑張れ。イッチなら絶対できる。俺は会社に残り、誰もいないオフィスで作業を開始した。まずはプロファイラーをセットアップする。これでどの関数がどれだけ時間を消費しているかが一目瞭然になる。俺は深夜のオフィスで一人徹底的にシステムを分析した。この24時間で会社の命運が決まる。絶対に原因を突き止めてやる。プロファイラーを使ってどの処理に時間がかかっているのかを可視化していく。 CPU 使用率、メモリ使用量、データベースアクセス回数、すべての数値を徹底的に計測する。そして衝撃的な事実が明らかになった。パフォーマンスのボトルネックは先輩が書いたコアモジュールだった。一つのリクエストでデータベースに5000回以上アクセスしていた。5000回。そんなの遅くて当然。先輩のコードが原因じゃねえか。すべて同期処理で書かれているため、一つの処理が終わるまで次の処理が始まらない。さらにメモリリークも発生していて、30分経つとサーバーがダウンする状態だった。俺はすべての証拠をスクリーンショットとログで記録した。問題が明確になったら次は解決策だ。俺は最新のベストプラクティスに基づいたリファクタリング案を作成した。そしてリファクタリング案を作成した。最新のベストプラクティスに沿って書き直せば60倍の高速化が可能だ。60倍。先輩のコードどんだけひどいんだよ。これは完全論破の予感。俺は徹夜で作成した分析レポートとリファクタリング案を持って緊急会議に臨んだ。部長、先輩、そして CTO までが出席していた。それではイッチ君の調査結果を聞かせてもらおう。はい、説明させてい
いただきます。徹夜で分析した結果をご報告します。まずプロファイラーで処理時間を測定した結果です。プロファイラーとはプログラムのどの部分がどれだけ時間を消費しているかを可視化するツールです。現状のシステムでは1つのユーザーページ表示に平均30秒かかっています。そのうち20数秒がコアモジュールの処理に費やされています。つまりパフォーマンスのボトルネックは完全にコアモジュールです。待て。詳しく説明します。コアモジュールでは1つのリクエストでデータベースに1000回以上アクセスしています。はい、これは典型的な N+1 問題です。データをループで1件ずつ取得しているためクエリ数が爆発的に増えているのです。母音を使えば1回のクエリで済むのですが、それはさらに全ての処理が同期処理で書かれています。同期処理を使えば複数の処理を並行実行できますが、現状では全て順番に実行されるため非常に時間がかかっています。同期処理で2000回アクセスとか終わってる。そりゃ30秒かかるわ。加えてメモリリークも発生しています。30分稼働するとサーバーメモリが復活してクラッシュします。これは完全にコードの問題じゃないですか。その通りです。サーバーのスペックは全く問題ありません。そして私はリファクタリング案を作成しました。最新のベストプラクティスに沿って書き直せば60倍の高速化が可能です。つまり30秒かかっていた処理が 0.5 秒になります。素晴らしい。イッチ君、今すぐ実装してくれ。ちょっと待ってください。俺のコードが問題だなんて。データが全て証明しています。 N+1 問題、同期処理、メモリリーク。これは10年前のアンチパターンです。あなたはリードエンジニアとして不適格です。そんな。先輩、あなたはリードエンジニアを解任します。そして今後のリードエンジニアはイッチ君に任せる。我慢。完全軟弱じゃん。スーツと照明とかかっこよす会議が終わり、俺はすぐにリファクタリング作業に取り掛かった。部長からは全面的なサポートを約束されていた。新人2人も俺のサポートに回された。俺は3日間ほとんど寝ずにコアモジュールをリファクタリングした。 N+1 問題を解消するためにジョインを使った効率的なクエリに置き換え、全ての処理を非同期処理に変更。メモリリークの原因を特定して修正、そしてテストを徹底的に実施した。リファクタリングが完了し、本番環境にデプロイした。来た。どうなった？結果はページ表示速度が30秒から 0.5 秒に達し、60倍の高速化を達成した。60倍ってヤバすぎる。一天才かよ。さらにサーバーコストも月100万円から月20万円に削減、80% のコスト削減だ。メモリリークも完全に解消され、サーバーは安定稼働している。素晴らしい改善だ。以前より早くなっている。契約は継続で問題ない。むしろ追加案件もお願いしたい。一致しんすぎる。60倍高速化とか伝説だろ。プロファイラーの威力すごいな。先輩完全に終わった。客観的なデータで連発した最高。俺は部長室に呼ばれた。イッチ君、今回は本当にありがとう。君のおかげで3億円の契約を守ることができた。そしてシニアエンジニアへの昇進を決定した。本当ですか？ 3年目で異例だが、君の実力なら当然だ。さらに特別ボーナス150万円を支給する。ありがとうございます。ボーナス150万円とか最高。頑張った分だけ報われるっていいね。それと先輩についてだが、シニアエンジニアからジュニアエンジニアへの降格を決定した。今後は君のコードレビューを受ける立場になる。完全に立場が逆転した。因果応報。ざまあみろ。先輩はプライドが完全に崩壊し、半年後に退職した。転職活動をしているらしいが、なかなか決まらないと聞いた。業界は狭いから今回の件が噂になっているようだ。一方、俺は順調にキャリアを積んでいる。俺の実力が会社に正式に認められた。会社は最新技術への移行を決定した。そしてそのプロジェクトを俺が主導している。一致出世したね。実力が認められてよかった。1年後にはリードエンジニアに昇進し、
年収も200万円アップした。そして何より最新技術で開発できる環境が最高に楽しい。一致の大勝利。年収200万円アップすごい。プロファイラー使えるようになるわ。思い返せばあの時先輩に指摘されたことは全て間違っていた。最新のベストプラクティスを学び続けていて本当に良かった。技術は日々進化する。古い知識にとらわれず常に学び続けることが大切だと改めて実感した。そしてデータは嘘をつかない。プロファイラーという客観的な証拠があったからこそ完全に論破できた。最後まで聞いてくれてありがとう。技術は日々進化するからみんなも学び続けようね。虫オツ。面白かった。スカッとした。一致かっこいい。